どうしよう。間に合わない。メインディッシュにかけるはずのソースが、すべて消えちゃった。ここは町の人気レストラン、ル・サクラ。今夜は大事なパーティーが予定されていて、客たちはすでに会場のホールで乾杯を始めようとしている。提供時間まで残り10分しかないのに、メイン料理の要となるソースが姿を消してしまったのだ。しかも、予備で煮詰めていた鍋まで火加減を失敗して焦げ付き、完全に使えなくなっている。さらに悪いことに、調理に必要な道具やハーブ、スパイスまでもがどこかへ隠されているらしい。これはただの不注意では済まされない。明らかに恋に仕掛けられた妨害だ。若きシェフの夏希は青ざめた顔で途方に暮れている。彼女の渾身のレシピがこんな形で潰されようとしているなんて、スタッフたちも総動員で探してはいるが、必要な材料はなかなか見つからない。だけど、俺は、ただの皿洗いだと思われていた俺だけは、黙って諦めるわけにはいかなかった。かつての職場で、ワンオペを何度も乗り越えた経験がある。今こそ、その封印した腕を解放するしかない。俺がやります。たった10分だけど、まだなんとかなるはずだ。スタッフたちは驚きに目を見開く。だが、誰もそれを止めようとはしない。大失敗の危機を回避するには、もうこれしか手段がないからだ。果たして、10分で本当にメインソースの作り直しは可能なのか。キッチンに漂う緊張感を背に、俺は火力を上げたコンロの前に立った。そして、俺の人生も大きく変わり始めるのだった。俺の名前は相沢真一。高級レストラン、ル・サクラで働いていると言っても、俺の担当は皿洗いと店内の掃除。表から見れば、シェフでもソムリエでもなく、レストランの花には程遠い役回りだろう。実際、俺の一日は開店前の床磨きから始まり、ランチディナーのピークタイムを挟んで、最後に客が帰った後の大量の食器洗いで終わる。まるで舞台裏の道化のように、常に水仕事と洗剤の泡に囲まれて過ごしている。ル・サクラは、外から見ると実にきらびやかだ。上質なシャンデリアが光り輝き、一流ホテル顔負けのフロントスペースに、木目の高級感あふれるダイニングテーブル。まるで映画のセットのように整えられた空間に、夜になると着飾った客たちが訪れる。彼らが楽しむ料理は芸術品と呼べるほど見栄えが良く、サービススタッフも洗練された振る舞いを心がけている。高級ワインのコルクを抜く乾いた音。シルバーのナイフとフォークが皿の上を滑るかすかな響き。そうした非日常感を求める客が集まってくるのがル・サクラというわけだ。昼の仕込みが一段落し、俺は厨房の隅で大鍋を拭いていた。しゃがみ込んで鍋の底を磨いていると、肩のあたりに突然ドスンと衝撃が走る。思わず体勢を崩して危うく尻餅をつきそうになった。おい皿洗い、そんなところで突っ立ってないでさっさと作業を続けろって言ってんだよ。見上げた先にはいつものように怒鳴り散らす料理長の堀内が睨みつけるようにこちらを見下ろしている。手には食材を持ったバットを持っていて、わざと俺にぶつけて通り過ぎたことは明らかだった。すみません。俺がなんとか体勢を整えながら謝ると、堀内は鼻で笑う。周囲のスタッフはそれを見ても誰一人助けてくれない。全員堀内を刺激しないように視線をそらして仕事を続けている。厨房内には彼の機嫌を損ねるとろくなことにならないという暗黙の了解があるのだ。たく、皿洗いなんて影の仕事しか脳がないんだから、しゃしゃり出てくるなよ。お前がうろちょろしてると邪魔なんだよな。堀内は俺の足元をじろりと一別した後、いつもの嫌味たっぷりの口調で言い放った。俺は肩を落としながらも余計なことを言わないよう唇を噛み締める。口答えをすればさらに面倒なことになるだけだ。わかったらさっさとシンクに戻れ。そっち、まだ汚れた皿が山のようにあるぞ。お前みたいな下っ端に他の仕事は務まらねえんだからな。堀内が吐き捨てるようにそう言うと、俺の返事など待たずに調理台に向かっていく。彼はオーナーと旧知の中で店内を牛耳るように振る舞っている。仕事で話す時も常に偉そうで、特に新人や下積みスタッフを見下す態度が目立つ。今でも背中に残るかすかな痛みが彼の俺こそが絶対という支配欲を物語っていた。
そんな堀内だが、ホールスタッフの制服を着た女性に目を留めると、さっきまでの怒りを引っ込めて、急に笑顔を作った。おお、佐々木じゃないか。ランチの方はどうだ？トラブルとか起きてないか？いえ、特に大きな問題は。でも、もし時間があったら、新しいワインリストの件で確認していただきたいことがあって。ああ、いいぞ。後で俺のところに来いよ。時間を取ってやるからさ。そう言いながら、堀内は満面の笑みを浮かべる。目の前でさっきまで俺に吐き捨てていたような罵声はどこへやら。今度は優秀なリーダー風を気取っているようだ。ホールスタッフの佐々木が軽く頭を下げて去ると、堀内は満足そうに顎を撫で、まったく、やることが多いぜ。と大きくため息をついてみせる。さらに、厨房の奥では堀内がお気に入りの男性スタッフに声をかけていた。彼は調理経験も長く、段取りがうまいのだろう。堀内は彼に対して妙にフランクな口調で話しかける。明日の仕込みどうする？魚介の下処理はお前に任せていいよな。もちろんです。数も把握してありますし、サーブ開始までには余裕で仕上げます。おお、頼もしいな。さすがにお前は使えるわ。どんどん任せるから、今度飲みにでも行こうぜ。ゆっくり話したいことがあるんだよ。そのやりとりを耳にしながら、俺は黙って鍋を磨き続けた。堀内は自分の気に入っているスタッフには優しく接し、時に慣れ慣れしいほど打ち解けようとする。一方、俺のように皿洗いだとみなした相手には、容赦なく高圧的な態度を取るのだ。扱いの差が露骨すぎて、呆れさえ覚える。そんな日常が続く中で、ル・サクラにも一つだけ、俺の存在をちゃんと見てくれる人がいる。それが、新人シェフの五十嵐夏樹だ。20代後半だというが、やや童顔で、どこかあどけない笑顔が印象的な女性だ。明るくて前向きな性格だが、男性スタッフの多い職場で遠慮しがちに振る舞っている。俺が厨房の隅で空いた鍋を拭いていると、たまに、いつも助かります。ありがとうございます。と声をかけてくる。そんな小さな心遣いだけで、俺の心はほんの少し温かくなるから不思議だ。その夜も、長いディナータイムが終わり、客が一人残らず店を出て行った。フロアをチェックした後、俺はいつものように洗い物に取り掛かる。もう日付が変わるのは時間の問題だ。あたりには控えめな BGM と水の流れる音。それから小さく空調の機械音が響いているだけ。きらびやかだった店内が嘘のように閑散としている。ふと厨房の方から何かを煮込むような香りが漂ってきた。閉店後だというのに誰が料理をしているんだろう。俺はタオルで手を拭いながらそっと様子を見に行く。するとそこには白いコックコートを着た夏希がコンロの前でソースをかき混ぜている姿があった。大きめのボウルには野菜をペースト状にしたらしいカラフルな生地が見える。彼女は真剣な表情で味見をしているが、どうにも納得がいかないようで小さく首をかしげていた。お疲れ様。と俺が声をかけると、夏希ははっと顔を上げて振り返った。あ、相沢さん、お疲れ様です。すみません。音を立ててましたか？いや、そんなに。匂いで分かっただけで、まだ試作してるの。はい。最近はちょっとだけメニュー開発を任せてもらえるようになって。でも、思うように味が決まらなくて。そう言うと、夏希は気恥ずかしそうに笑いながら、火を止めたばかりの鍋からソースをスプーンですくって口に含んだ。彼女の眉間には、今度はさらに深いシワが寄る。何かが足りないんですよね。塩？それとも酸味？それとももっと別の旨味成分？相沢さん、よかったら感想聞かせてもらっていいですか？彼女はそう言うと、別の小さなスプーンにソースをすくい、俺の方へ差し出してくれた。俺はスプーンを受け取って一口含む。とろりとした液体が舌の上に広がって、まずはバターのコクが感じられる。でも、後味の段階で少し苦味が残る。何かの野菜の火入れが強かったのかもしれない。香りのバランスも甘さに頼りすぎている気がする。確かに野菜の甘みとバターのリッチさは出てるけど、苦味が強いね。もしかして玉ねぎを炒めすぎてない？玉ねぎ、確かに少し焦がし気味になったかもしれません。それに
トマトの酸味が弱い分、ベースが単調になりやすい。もし酸味を足すなら、レモンよりもビネガーか白ワインの方が味がまとまりやすいと思います。俺は気づいたことを率直に伝えた。すると夏希は瞳を大きく見開き、すごい。ほとんど的中です。と感心した様子。どうやらこのソースには玉ねぎのほかトマトやパプリカが入っていたらしく、そのうちどれをどんなタイミングで加えるかを試行錯誤中だったようだ。相沢さん、料理に詳しいんですね。いや、詳しいってほどじゃ。舌だけは自信あるんで。俺はなるべく当たり障りなく答えた。ほんと助かります。実は私、もっともっと料理を勉強して、いずれは自分の店を持つのが夢なんです。と言っても、こんな調子じゃまだまだですけど。鍋を軽く混ぜながら、夏希は急に真面目な表情になった。いつもキッチンで同僚たちに遠慮がちだった姿からは想像できないくらい、熱のこもった瞳をしている。自分の店を持つっていうのは、昔からの夢なの？はい。実は私、小さい頃に両親が共働きで、家に帰っても誰もいないことがほとんどだったんです。最初は気楽かなーなんて思ってたんですけど、だんだん寂しさが募ってきて、友達が遊びに誘ってくれても、なんとなく素直に楽しめなくなって、そんな私を支えてくれたのが、おばあちゃんの料理でした。そう語る夏希の目には、懐かしさと切なさが混ざったような光が宿っている。おばあちゃんは、私を自宅に呼んでくれて、食卓を囲みながらいろんな話をしてくれたんです。家庭菜園で採れた野菜を使って、季節感あふれるスープや煮物を作ってくれたり、ちょっと贅沢したいときは、コロッケを山盛りあげてくれたり、正直、レストランの料理みたいにおしゃれじゃなかったけど、そのお皿の前に座るだけで嫌なことが全部吹き飛ぶような気がして、思い出すたびに笑みがこぼれるのか、夏希は照れくさそうに目尻を指で押さえる。嬉しい時も悲しい時も、私が一番頼れたのはおばあちゃんの料理でした。何かあったら、まずはおばあちゃんの台所に行けば大丈夫。そう思えるだけで、ずっと心が軽くなってたんです。一泊置いて、夏希は意を決したように顔を上げる。だから、私もああいう料理を作りたいんです。食べた人が、この一皿があるから頑張れるって思えるような、そんな力を持った料理を。もちろん、まだまだ技術が足りなくて失敗ばかりだけど、それでも、あの頃おばあちゃんが私にくれたものを、今度は私が誰かに返したい。いつか自分の店を持つのはそのための手段なんです。夏希がそう語る横顔は、どこか懐かしさを噛み締めるような表情をしていた。多分、彼女の祖母の料理は単に美味しいだけじゃなく、心に寄り添う温かさがあったのだろう。いい夢だと思うよ。きっと、どこかで誰かが待ってるんじゃないかな。夏希さんの料理に救われる人が。ありがとうございます。でも、まだまだ自信が持てなくて。だからもし、相沢さんさえ迷惑じゃなければ、これからも試作を味見してもらったり、アドバイスをいただいたりしてもいいですか？夏希がまっすぐ俺を見つめてくる。彼女は、俺をただの皿洗いと決めつけることなく、料理に詳しい先輩として接してくれているようだ。そんな彼女を見ていると、少しくらいなら手助けしたいという気持ちが湧いてくる。俺でよければ、いつでも相談に乗るよ。舌には自信があるし、それが役に立つなら。本当ですか？よかった。ありがとうございます。夏希はパーッと顔を輝かせて、深々とお辞儀をした。その笑顔を見ていると、なぜか胸がじんわりと温かくなってくる。こんな些細なことでも、人の役に立てるなら、皿洗いの仕事も悪くないのかもしれない。相沢さんって不思議ですね。と、急に夏希が言うから、俺はきょとんとした。不思議、どういう意味？皿洗いの仕事は地味だって、みんな言うじゃないですか。でも、相沢さんは全然嫌がらないし、掃除も率先してやってるし、まるでこの店を支えてくれてるみたい。だから、なんとなく、裏表のない優しい人だなって思って。優しいかどうかはわからないけど、俺は必要だと思うからやってるだけだよ。シェフが料理を仕上げるためには、綺麗な皿がいる。それに、調理器具も清潔である必要がある。それを整えるのが俺の仕事だから。それでも、私は相沢さんがいてくれてありがたいです。きっと、
他にもそう思っている人がいると思うんですけどね。夏希の柔らかな口調に、俺はちょっとだけ救われる思いがした。少なくとも、ここに一人は、俺を無視しない存在がいる。それだけでも、この職場で頑張る理由になる。胸の中にほのかな温かさを感じながら、俺は再び雑巾を手に取って床の汚れを拭き始めた。それからというもの、閉店後の時間に俺と夏希がメニューを練り直す作業は続いた。と言っても、俺は相変わらず皿洗いや掃除をメインにやりつつ、合間を縫って味見をする程度だ。でもその数分間のやりとりで、夏希はスープの味を微調整したり、盛り付けのアイデアを出したりして、少しずつ腕を上げていくようだった。そんな努力の甲斐もあってか、ある日、ディナーの新メニューとして、夏希の考案したポタージュが採用されることになった。メニュー名は、彩り野菜のビスク仕立て、玉ねぎと人参、パプリカをじっくり煮込み、そこにトマトと白ワインビネガーの酸味、そしてほんのわずかなピリッとしたスパイスを効かせた仕上がり。見た目は鮮やかなオレンジ色で食欲をそそる香りが漂う。実際、これをディナーの最初の一品として出したところ、客から好評の声が続出した。オーナーの雨宮やホールをまとめる支配人からも、これはうちの新しい看板になるかもね。と高評価を受ける。厨房でも、あの新人が作ってるらしい。と少し話題になっていたが、堀内は特に褒めることもなく、まあ、悪くない。とだけ言った。だが、これまで散々冷たい態度だった割に、次のコースの一部も担当させてみるか。と提案してきたのだ。夏希はそれを聞いて大喜びし、相沢さんのおかげです。と、シンクで洗い物をする俺のところへ駆け寄ってきた。本当に、相沢さんがアドバイスしてくれなかったら、私、一生味の落としどころが見つけられなかったかもしれません。いやいや、大げさだって。結局最後は、自分で試行錯誤して、ここまで完成度を高めたんだからさ。でも、ありがとうございます。夏希は、フロアの見えないところでペコリと頭を下げる。俺は少し照れくさくなって、これからが大事だろうから気を抜かずにね、とだけ返しておいた。彼女にとっては、一歩踏み出したばかりの大切な時期だ。俺が余計なことを言って、彼女のペースを乱すわけにはいかない。そんなある日の夜、ディナータイムも終わり、店内に落ち着いた空気が戻ってきた頃に、事件は起こった。俺は厨房の片隅で、フライパンやボウルの洗浄をしながら、何気なく夏希と堀内の会話に耳を傾けていた。厨房の忙しさもようやく一段落して、今ならみんな少しは余裕があるだろう。そう思った矢先だ。堀内がわざとらしく声のトーンを落として、夏希に話しかけているのが聞こえてきた。俺はその時点でなんとなく嫌な予感を覚えた。堀内が女性スタッフに妙に近づくときは、ろくなことにならないと知っているからだ。五十嵐、新メニューなかなか評判いいじゃないか。オーナーも気に入っているようだし。ありがとうございます。まだまだ至らない点は多いですけど。夏希は相変わらず控えめな姿勢で受け答えしている。彼女の努力が認められ始めた証拠だと思うと、俺としては嬉しい限りだ。だが、堀内は唇に薄い笑みを浮かべて続けた。もっと詳しく話がしたいんだよ。新しいコースの構成も含めてな。今夜どうだ？二人で食事でも行こうか。その言葉に、俺は手元の洗い物をつい止めてしまう。堀内の性格を知る俺には、その誘い文句が純粋な仕事の打ち合わせとは思えなかった。一方、夏希も少し戸惑った表情で、二人きりでですか？と尋ねる。すると堀内はにやりと笑い、ああ、もちろんだ。二人の方が落ち着いて話ができるからな。と返す。夏希の様子を見て、俺は続きが気になって仕方なくなり、洗い物を中断してこっそり様子を伺った。実はいつも相沢さんにアドバイスをもらっていて、新しい料理のアイデアも相沢さんと一緒に考えたりしてるんです。もしよければ、相沢さんもご一緒でもいいですか？夏希は申し訳なさそうにそう言う。だが、その瞬間、堀内の顔色がみるみる変わっていくのが分かった。皿洗いの下っ端をなぜ連れてくる？俺はお前と二人きりがいいって言ってるんだよ。でも相沢さん、本当にすごいんです。
食べただけでどんな素材が使われてるか大体わかるし、舌が肥えているというか、とにかく私には欠かせない存在なんです。一生懸命に説得しようとする夏希に対して、堀内は露骨に苛立ちを募らせていく。おいおい、誰のおかげでお前がここまで来れたと思ってる？取り立ててやんなかったら、お前なんか一生下積みだったくせに。それは夏希は困惑し、視線をさまよわせる。もう放っておけない。俺は意を決して、その場に割り込んだ。ちょうど洗い終わった皿を拭いていたところだったが、そのタオルを軽く机の上に置き、堀内と夏希の間に立つように進み出る。彼女嫌がってますよ。いい加減にしたらどうですか？堀内は目つきをさらに険しくし、俺を睨みつける。相沢、貴様何様のつもりだ？俺に盾つくのか？ただの皿洗いの分際で。堀内の声は低く、冷たい。だが、俺も引くつもりはなかった。皿洗いだからって、黙って見てればいいってわけじゃないです。少なくとも、彼女はここで料理を頑張ってるし、あんたに不当な扱いを受ける理由は、どこにもないと思いますけど。その言葉に、堀内の顔が真っ赤になる。夏希は気まずそうな顔でうつむいていた。俺に盾つくんなら、それなりの覚悟があるんだろうな。後悔させてやるからな。堀内はかすれ声で吐き捨て、ぎろりと俺を睨むと、きびすを返して厨房を出て行った。激高しすぎたせいか、ドアを乱暴に開けた際の衝撃で、ワイングラスの一部が音を立てて揺れる。厨房には、堀内の土器を含んだ空気だけが残った。俺は深いため息をつきながら、夏希の方を振り返る。彼女は固まったまま動けないでいる。ポツンとその場に立ち尽くして、顔色は真っ青だ。大丈夫？すみません。私のせいで相沢さんまで。夏希が詫びるように目を伏せる。だが、どちらかといえば、怒りを買ったのは俺の方から飛び込んだからだ。彼女を守りたいと思って行動した以上、俺自身がどうなるかは仕方ない。気にしないで、俺が勝手に割り込んだだけだし。でも、ありがとうございました。堀内さんには逆らえない雰囲気があって、今までも困ってたんです。誰かが助けてくれないかなって、ずっと思ってて。その言葉を聞いて、俺は胸が締め付けられるような思いだった。俺にできることは大したことじゃないけど、何かあったら言ってよ。あんなやり方、絶対におかしいから。はい。本当にありがとうございます。夏希は小さく息をつくと、ぎこちなく笑みを作った。その目には、わずかに涙が浮かんでいるように見える。俺は彼女をもう一度安心させるように軽くうなずき、それ以上は何も言わずに、皿洗いの作業へ戻った。しかし、その翌日から、堀内の露骨な嫌がらせが始まった。あれだけ好評を博していた夏希の新メニューが、突如、ランチには合わない。まだ改良の余地がある。などと、難癖をつけられ、メニューから外されてしまったのだ。さらに、あのビスク風のスープは材料費がかかりすぎる。といった根拠の薄い文句まで並べ立てられる。結局、そのコストを抑えた代替品とやらを用意するのは別のスタッフの仕事になり、夏希にはほとんどチャンスが回ってこなくなった。それだけではない。もともと新人として駆け回っていた彼女だが、堀内はそこに輪をかけるように、冷蔵庫の在庫チェックと補充、ケータリングの買い出し、仕込みの下準備、など雑用を次々と押し付けていく。明らかに成長機会から遠ざけるための策略だ。せっかく新メニューを考えようとしても、日中に課される業務だけで体力も時間も奪われ、深夜の試作に至る頃には疲弊してしまっている。ある日、ディナータイムが終わって夜も遅くなった頃、俺が洗い物をしていると、ソファーのある休憩スペースで、夏希がぐったりとうなだれている姿が目に入った。声をかけると、彼女は無理やり笑みを作ろうとするが、その笑顔はどこか辛そうだ。大丈夫？と尋ねると、夏希は小さく首を振る。すみません、相沢さん。また助けてもらってばかりで。でも、本当に何もできなくて。無理しなくていいよ。大丈夫。すぐに落ち着くさ。そうですよね。もう少し頑張ってみます。彼女はそう口にするが、その声にはいつもの力強さが感じられない。明らかに元気を失っている。仕事中も時々、疲れやイライラを抑え込もうとして、空回りしている様子が伝わってきて、
見ているこっちまで胸が苦しくなる。厨房のスタッフの中にも、夏希を気にかける者がいないわけではないが、堀内の機嫌を損ねることを恐れて、誰も彼女を助けようとまではしない。彼女が冷凍庫にこもって大量の野菜を仕分けていても、黙って横を通り過ぎるだけ。こんな空気の中、彼女が孤立を深めていくのは時間の問題だろう。深夜、店が閉まってからも、夏希はなかなか試作に手をつけられない。雑用が山積みになっていて、シンクを覗く暇もない。ようやく一段落つく頃には、足取りもおぼつかないほど疲れていて、試作どころか、まっすぐ立っているのもやっとという日も増えてきた。今まで熱く燃えていた彼女の瞳が、少しずつ輝きを失っているように見えた。だが、そんな状況を一変させるような出来事が起こる。ある日、オーナーがふらりと厨房に顔を出し、いつもとは違う弾んだ口調で俺たちにこう告げた。実は、うちの常連である佐伯さんが、五十嵐さんが担当したスープを大変気に入っていらっしゃってね。今度のパーティーで、ぜひ彼女の料理を振る舞ってほしいってリクエストがあったんだよ。その言葉に、厨房内にいたスタッフたちは一瞬、と驚いた表情で顔を見合わせる。特に、夏希本人は目を大きく見開き、まるで信じられないと言わんばかりに固まっていた。私ですか？本当に？佐伯さんは舌が肥えてらっしゃるし、グルメにも投資にも精通している。そんな方がわざわざ名前を挙げるなんて珍しいことなんだ。君の料理の味が印象的だったらしくてね。料理長の堀内は最初は怪訝そうな顔をしていたが、さすがにオーナーの意向とあっては否定できないのだろう。渋々といった様子で腕を組み、低い声を出した。まあ、オーナーがそう言うなら仕方ないな。五十嵐お前やってみるか。はい。やらせてください。夏希はパッと顔を輝かせ、まるで子供のように瞳をキラキラさせている。ただ、堀内はどこか納得のいかない様子で唇を歪めている。オーナーに逆らうわけにはいかないが、内心では夏希が脚光を浴びることに面白くない思いがあるのだろう。その日の営業後、俺は皿洗い用の手袋を外しながら彼女の方へ歩み寄る。よかったね、夏希さん。せっかくの機会だ。何作るかもう考えてる？まずは佐伯さんが好きな素材を探ってみたいんです。前に出したスープもトマトの酸味を生かしたものでしたから、同じ路線で行くのか、全然違うものを出すのか、迷ってて。夏希はまくし立てるように話し始める。つい先ほどまで疲労でどんよりしていたはずが、新しい挑戦への希望に背中を押されているのがはっきりとわかる。その輝かしい瞳は、ほんの数日前のあの夏希を思い出させるほどだった。だったら、明日にでも一緒に食材をチェックしてみようか。野菜市場や魚屋なんかを回って、いい素材を探してみるのもいいかもな。俺がそう提案すると、夏希はパッと顔を上げ、まるで信じられないと言わんばかりに目を大きく見開いた。いいんですか？相沢さんお忙しいのに。皿洗いがメインとはいえ、休憩中とか仕事が落ち着いたタイミングなら手伝えるし、俺自身も君の料理がどう形になるか興味があるんだ。少しでも力になれたら嬉しいよ。ありがとうございます。相沢さんが手伝ってくださるなんて本当に心強いです。お皿のプレゼンテーションも考えたいし、あとメインに合わせるソースの組み合わせも。夏希はまだ興奮気味のようで、言葉を止めることを知らない。数日前まで閉店後に疲れ果てていた姿とは見違えるほどの活気だ。そんな彼女の姿を見ると、俺の方も少しだけ胸が弾む。まるで停滞していた空気が少しずつ変わり始めている。そんな手応えがじんわりと伝わってきた。オーナーの話によると、そのパーティーは週末に店内を貸し切り、VIP を含むお得意様を数十名招いて催されるらしい。佐伯さんという常連客は、この店に大きく投資をしてくれる可能性があるという。だから、料理だけでなく、サービスも含めて万全の体制を整える必要があり、オーナーも相当力を入れているようだった。堀内は、そんな様子を横目で見ながらしぶしぶと、まあ、俺もチェックしてやるよ。中途半端な出来なら困るからな。と言葉を投げかける。夏希は、はい、よろしくお願いします。と、素直に頭を下げた。翌日から、夏希は意気揚々とパーティー用のメニューを考え始める。ランチの仕込みの合間も、
雑用の合間も断片的にノートへ走り書きをし、料理の組み立てを試行錯誤している。夜には相変わらず雑用が多いが、パーティーまであまり時間がないんです。と言いながら疲れに負けず、新しいレシピの研究を続けていた。楽しそうだね。そう声をかけると、鍋をかき混ぜていた夏希は振り向き、はい、やっぱり料理を考えてる時が一番ワクワクします。と笑った。その笑顔には確かに、以前のような力強い輝きが戻りつつあった。ほんの数日前まで深夜の雑用に追われ、眠そうな目でカウンターに寄りかかっていた姿が嘘のようだ。前回のポタージュが好評だったので、素材を変えて、もう少し軽やかに仕上げられないかなって考えてるんです。例えば、魚介を使ってスープ仕立てにするとか、ハーブの組み合わせを工夫するとか、試してみたいことがいっぱいで。嬉しそうに語る夏希の声を聞いていると、こっちまでワクワクしてくる。彼女は苦しかった時期を乗り越え、今こうして新しいアイデアを考えられるほどに精神的に回復しているのだと改めて実感する。もうちょっと塩分を足すのがいいかな。でも、このブイヨンの香りを壊したくないんですよね。じゃあ、いっそ表面にオイルを垂らして香りを閉じ込めるのはどう？この前使ったオリーブオイルとか。あ、なるほど。そうすると仕上げの段階で一気に風味が広がるかもしれませんね。相沢さん、また味見お願いしていいですか？もう少し煮込んだら完成形が見えてきそうです。いいよ。皿洗いの俺でよければいつだって。それは冗談交じりの言葉だったけれど、夏希は、あはは、と笑って、相沢さん、もう皿洗いだけの人じゃないんですから、と返してくれる。その時、少し焦げつきそうになった鍋を火から下ろすために、夏希の腕が俺の胸元に触れそうになる。慌てて俺が手を伸ばして、鍋敷きを差し出すと、彼女の指先がほんのかすかに俺の手の甲をかすめた。お互いに一瞬ドキリとして目が合う。ごめんなさい。暑かったですよね。いや、大丈夫。平気平気。お互い照れ隠しのように笑い合う。キッチンの照明に照らされた彼女の方がほんのり赤く染まっているようにも見えた。いつもは物静かで控えめな彼女だけれど、こうして料理に集中している時は一番輝いているし、それが少し崩れた時の女性らしい表情に、俺はどうしても胸を高鳴らせてしまう。よし、あと、もう一煮立ちさせたら味を見てみよう。俺も軽く皿を拭いてくるから、呼んでくれたら飛んでくよ。はい、ありがとうございます。夏希は鍋に向き直るが、視線だけ、ほんの少し恥ずかしそうにこちらを向ける。その仕草が妙に可愛らしくて、俺は思わず、うんと短く答えるしかなかった。それから数日、夏希はパーティーの準備に没頭し、オーナーの雨宮やホールスタッフたちも協力してくれた。俺は皿洗いの合間を縫って食材の仕込みを手伝ったり、メニューの最終確認に付き合ったり、堀内の冷ややかな視線は相変わらずだったが、オーナーが直接夏希を指名している以上、表立って邪魔することはなかった。そしていよいよパーティー当日。店は通常営業を休み、ホールを丸ごと貸し切りにして準備に入る。ドレスアップした客たちが次々と訪れるまで、あとわずかしか時間がない。飾り付けや席のセッティングはスタッフたちが手際よく進めているし、キッチンでもみんなが最終的な調理にかかっている。よし、これで前菜はほぼ完成ですね。あとはスープの加熱具合とメインのソースだけ。夏希は手早く野菜の彩りをチェックしながら確認リストにペンを走らせる。最近は疲れた表情を見せるどころか、かえって張り詰めた空気が彼女の集中力を高めているようだ。俺も野菜の盛り付けを手伝いながら、いい感じじゃないかと声をかけると、彼女はこくりとうなずく。はい、あとはミスなく仕上げるだけです。オーナーがホールに入り、グラスやテーブルの配置を最終チェックする。その合間に、俺と夏希のところへ足を運び、仕上がりの方はどうだい？そろそろ来客も増えてきそうだけど。と声をかける。夏希は少し緊張した面持ちのまま、大丈夫です。予定通りに進んでいます。とはっきり答えた。だが、その安心は長く続かなかった。提供時間が迫る中、夏希と俺が一時ホールに出て、オーナーと段取りを再確認している隙に、何かが起こったらしい。戻ってきた時には、キッチンのスタッフたちが騒然としていたのだ。
なんで味見用のソースが全部なくなってるんだ？いや、さっきまでは確かに置いてあったんだけど、誰か捨ててしまったのか？こっちの鍋も火が強すぎて焦げついてる。メインで使うソースが真っ黒になったぞ。混乱の声があちこちから飛び交う。夏希は一瞬何が起こったのか理解できないようで、唖然と立ち尽くしていた。俺もシンク近くを確認すると、使用予定だった道具がごっそり隠されていたり、重要なハーブやスパイスが見当たらない。これがただの不注意の産物とはとても思えない。仕込みがある程度終わった段階で、何者かが恋に手を加えたとしか考えられなかった。どうしよう。ソースがないとメインが作れない。焦げた鍋も使い物にならないし。夏希は顔面蒼白になり、やり場のない感情に唇を震わせる。他のスタッフたちも再調理する時間などないと焦り始めていた。何しろ、パーティー客はすでに受付を済ませ、ウェルカムドリンクを手に、そろそろテーブルに着こうかというタイミングだ。メインの提供時刻まであと10分ほどしかない。キッチンに漂う絶望感が一気に高まる。みんな目を合わせようともしない。夏希が崩れ落ちそうになるのを見て、俺は黙っていられなかった。10分あれば十分だ。ぽつりと、そうつぶやいた瞬間、夏希をはじめ周囲のスタッフが一斉にこちらを向く。相沢さん、何を言ってるんですか？だって、今からじゃどう考えても。夏希は半信半疑というより、完全に混乱している。そりゃそうだろう。それでも俺は断言するように言葉を重ねた。焦がしたソースのリカバリーも、隠された道具の代わりもなんとかなる。材料はまだ冷蔵庫とストックに残ってるだろ。急いで持ってきてもらえれば、メインもギリギリ間に合う。俺に任せてくれ。嘘でも大げさでもなく、俺は確信していた。かつての店でワンオペ状態を何度も経験してきた俺なら、最短ルートで仕上げることができる。今まで封印していたが、やるしかないなら覚悟を決めるだけだ。夏希は、そんな、本当にできるの？と、声を震わせながらも、俺の目を見ている。最後の頼みの綱といった表情だ。いいかみんな、すぐに冷蔵庫とパントリーへ走れ。食材は焦げついていない分を全部集めるんだ。ハーブとスパイスも見つからないなら、似たもので代用する。フライパンと小鍋、ソースパンを新しく用意して、火口を全部開けろ。使える道具をここに一気に集めるんだ。俺はまるで料理長のように指示を飛ばした。周囲が一瞬戸惑った様子を見せるが、意外にもすぐに動き出してくれた。どうしようもないピンチなのは明らかで、誰かが指揮を取らなければならない。それがたまたま、ただの皿洗いである俺だとしても、ここで立ち止まっていられる状況ではないのだ。そして、あっという間にキッチンは第二の戦場と化す。スタッフたちがテンポよく動き始め、野菜や肉、香辛料など、あらゆる材料が手元へ集まってくる。焦げたソースパンを流しに投げ捨て、新しい鍋を火にかけて、オイルを投入する。その隣では、別のスタッフが玉ねぎやニンニクをみじん切りにし、フライパンへ次々と放り込む。夏希さん、君はサブで動いてくれ。魚介の仕入れがあるなら、それを一口大にカットしてもらっていいか？あれを火入れする時間は多分2分で十分だから、今から用意しよう。はい。夏希はしっかり声を張り上げて返事をする。さっきまで絶望に沈んでいたスタッフの顔つきにも何か光が宿り始めた。俺は鍋に白ワインを注ぎ込んでアルコールを飛ばしながら玉ねぎとスパイスを手際よく合わせていく。もともと夏希が仕上げようとしていたソースのレシピは頭に入っているし、細かい比率の調整は俺の舌が覚えている。あと3分。早く鍋の火力を上げろ。野菜に火が通り過ぎないように気をつけて。了解しました。スタッフ全員が呼吸を合わせるように動き、俺の指示に応えてくれる。まるでありえないような短時間の中で奇跡が起こりつつあるかのようだった。刻々と迫る提供時刻。だが、鍋の中ではちゃんとソースが完成へと向かっているのを俺は感じていた。焦げた苦味をカバーするために隠し味を追加し、香草の匂いを強めにすることで複雑な風味を演出する。メインの肉や魚介にはギリギリで火を通して柔らかさを残す。この怒涛の調理の中でも俺の頭は不思議と冷静だった。あと2分。盛り付けの準備を。はい、すぐに皿を並べます。夏希をはじめ何人かのスタッフが大皿やスープ皿を一斉にカウンターへ広げる。それぞれのタオルでホコリを拭き取り、スプーンやフォークをセットする。ホールからはそろそろメインが出るはずだと期待する声も聞こえてきそうな気配だ。よし、
最後に仕上げのハーブを散らして、できた。吹き出る汗を拭う間もなく、俺たちは完成したソースと具材を持ってカウンターへ急ぐ。魚介や肉をバランスよく皿に盛り付け、仕上げにソースをさっとかける。盛り付けを終えた瞬間、キッチンには一瞬だけ張り詰めた静寂が降りる。そして誰かがそっと息をついた。間に合った。夏希が不安そうに声を漏らす。実際のところ、時計を見れば提供予定時刻ギリギリだ。ホールスタッフが慌ただしくプレートをトレーに乗せて運んでいく姿を見届けると、俺はようやく大きく息を吐いた。ああ、なんとかね。キッチン中がほっとした空気に包まれる。その時、俺の視線と夏希の視線が交わった。彼女は大粒の涙がこぼれそうなほど目を潤ませて、震える声で言う。相沢さん、本当にありがとうございます。こんな奇跡みたいなこと。夏希はもう少しで泣きそうな顔をしていた。腕にはまだかすかな震えが残っている。その姿を見て、俺は胸がぎゅっと締め付けられるような気持ちになるが、あえて平静を装った。まだわからない。客がどう評価するかだよ。それに、今回のレシピは夏希さんが考えたんだ。俺はちょっと手伝っただけ。そう返したものの、俺自身も全身から力が抜けそうだった。心臓はまだ高鳴っているし、腕の筋肉がプルプルと震えている。だが、とりあえず料理は出せた。今は、その事実をひとまず噛み締めるしかない。やがて、ホールから完成ともつかないざわめきが聞こえてきた。どうやら客たちが料理を口にし、驚きと喜びを感じているらしい。俺と夏希は顔を見合わせる。互いにまだ半信半疑だが、少なくとも完全な失敗ではなかったようだ。するとそこへ、店のオーナーが小走りにやってくる。少し興奮気味の表情で、みんな、ちょっとホールに来てくれないかと声をかけた。キッチンのスタッフたちは顔を見合わせながらうなずき、一部のメンバーが様子を見に向かう。もちろん俺と夏希もその後ろをついていった。ホールはパーティー客で華やいでいる。特に中央のテーブルでは、一人の紳士が満面の笑みでグラスを傾けていた。年配らしい落ち着きと、一目でわかる品格をまとっている。彼こそが常連の佐伯という人物だろう。周囲にも同じ年代の客や関係者が集まって、食事の感想を賑やかに交わしている。雨宮さん、この料理最高だよ。いや、口に入れた瞬間、豊かな風味と旨味が一気に広がってね。ここまで完成度の高い一皿は、正直予想を超えていたよ。彼の他にも、テーブルを囲むゲストが、それぞれ笑顔で、本当に美味しい。こういう味は初めてだ、と、口々に称賛を送っている。オーナーは、ありがとうございます、と、微笑しながら、視線で俺と夏希を呼んだ。佐伯さん、こちらがご指名いただいた五十嵐夏希です。それから、こちらの相沢も大いに力を貸してくれたんですよ。オーナーがそう紹介すると、佐伯さんはにっこり笑って、夏希と目を合わせる。いやー、五十嵐さん。先ほどのスープやメインどれも大変素晴らしい仕上がりだったよ。わざわざリクエストした甲斐があったというものだ。夏希は恐縮しながらも、ありがとうございます。佐伯様にそう言っていただけるなんて光栄です。と、緊張した面持ちで頭を下げる。佐伯さんはそれを見て満足げにうなずいた。そして相沢くんもご苦労だったね。オーナーから話は聞いているよ。かなりサポートしてくれたようだね。そう言いながら、佐伯さんの視線が俺の方に移る。俺は内心ドギマギしながらも、いえ、微力ながらお手伝いできただけです。と返した。すると、佐伯さんは何かを思い出すように、しばし俺の顔をじっと見つめる。ところで相沢くん、初対面という感じがしないんだが、以前どこかでお会いしたことがあったかな。その表情は、何かを思い出そうとしているかのように真剣だ。俺はその視線にさらされながら、嫌な汗が背中を伝うのを感じる。まさか、この場でバレるとは思わなかった。ふと、佐伯さんの眉がピクリと動く。まるで、点と点が繋がったかのように、彼は顔を上げて言い放った。そうだ、あの三つ星レストランで若くして料理長をやっていた相沢真一じゃないか。一瞬、周囲がしんと静まり返った気がした。夏希や他のスタッフが一斉に俺の方へ視線を向ける。相沢さんが三つ星レストランのと、
あちこちから驚きの声が上がる。中には、皿洗いなのに嘘だろという囁きも混じっていた。そうなんですか相沢さん。夏希が戸惑いながら俺に問いかける。俺は呼吸を整え、しばし視線を床に落とした。過去のことを語るつもりはなかったけれど、ここまで来たら仕方がない。思い切って口を開く。まあ、昔のことです。あまり誇れる話でもないんだけど、若くして運よく料理長に抜擢されたことがあって、そう切り出すと、佐伯さんはうなずいてからワイングラスを置き、興味深そうに耳を傾けてくれた。俺はなるべく淡々と、しかし嘘はつかないように昔のことを思い返す。あれはまだ、俺が20代半ばだった頃の話だ。当時、俺は都内のとある三つ星レストランで働いていた。料理学校を出てすぐに入った店だったが、そこで俺は食べたものに何が使われているのかをほぼ正確に言い当てる舌の感覚を見込まれ、急速に頭角を現した。新作メニューの試作でも、これはオレガノが少し入ってる。白ワインよりシェリーを入れた方が香りが立つ。といった具合に、先輩たちが気づかない微妙なズレを的確に指摘できた。そうやって信頼を得た結果、俺は早くもメニュー開発の中心に抜擢され、さらにオーナーからは若いのに大した才能だと評されて、実質的に料理長候補として引き上げられることになった。しかし、今から思えば、俺はまるで刃物のように尖っていた。自分の感覚に自信があったから、少しでも無駄に思える工程や味付けがあれば、それをすぐに変えた方がいいと押し通そうとした。周囲とじっくり話し合うこともせず。自分の舌が絶対に正しいと信じ込んでいたんだ。先輩からは、偉そうな若造だと煙たがられたし、同期には、お前ばっかり評価されて面白くないと妬まれるようになった。それでも当時の俺は、自分のやり方こそ、店を良くする最短ルートだと信じてやまなかった。だが、周りの不満は見えないところで募っていき、気づけば、店のスタッフの大半が俺をボイコットするような形になっていた。仕込みに必要な道具が勝手に隠されたり、発注していた食材が手配されていなかったり、しまいには、営業中に完全なワンオペで回さなければいけない場面が出てきた。料理長の肩書きだけもらっても、周囲に見放されたシェフなんて何もできない。そう思い知るには十分だった。皮肉なことに、そこで学んだのは、アクシデントへの対処能力だった。スタッフがわざと離れていったことで、仕込みから盛り付けまでをほぼ一人でやらざるを得なくなり、嫌が応でも驚異的なスピードと段取り力が身についたんだ。でも、人間関係が崩壊しきった店で、その能力を発揮しても虚しいだけだった。俺はついにこらえきれず、ある日厨房を飛び出して、そのまま戻らなかった。そうして店を辞めてからしばらくは、自分のことが嫌になって、どこにも属さずにフラフラしていた。シェフとして雇ってくれる店はあったかもしれないが、何度か面接を受けるうちに、前の店をどうして辞めたと聞かれ、それにうまく答えられなくて、自信をなくしていった。結局、あまり人と接しなくても済む皿洗いの仕事を転々とするようになった。俺は自分の舌を信用しきっていたくせに、いつしか料理そのものから逃げるようになった。周囲と衝突し、そして誰もついてきてくれなかった過去がトラウマになっていたんだろう。けれど、いろんな店の裏側を皿洗いとして目にする中で、俺は初めて支えてくれる人間のありがたさに気づいた。どんなに腕のいいシェフでも、厨房やホールのスタッフが協力してくれなければ、料理は形にならない。俺が持っていたのは、天才的な舌とスピードだけで、それらを活かすにはチームワークが必須だった。俺は今日の一件を思い返す。例えば、10分で料理を仕上げるとき、俺だけの力じゃ到底無理だった。夏希をはじめ、他のスタッフが動いてくれたから奇跡が起こったんだ。昔の俺なら、俺がすごいんだと言い張っていただろう。だが今は違う。今回の料理が完成したのは、周囲が手を貸してくれたおかげです。夏希さんが考えたレシピを、俺が少しスピード面でフォローしただけで、本当の意味での主役は彼女であり、チームのみんなだと思います。そう言いながら、俺はちらりと夏希の方を見る。夏希は少し涙ぐみながら笑っている。周囲のスタッフは、驚きと敬意が入り混じった表情だ。なるほどね。佐伯さんは、柔和な表情でそう言いながらグラスを置き、
俺の目をまっすぐに見つめた。彼女が担当した料理だと聞いたが、どうやら君の意見もかなり活かされているらしいね。と、穏やかな口調で続ける。料理には人の心が現れる。よく言われることだが、まさにその通りだと思うよ。以前、三つ星レストランで君の料理を食べたとき、確かにすごい才能だと感じたけれど、どこか鋭さが突出していた。ところが、今日の料理は不思議なくらい優しい調和を感じる。君がこの店で皿洗いまで経験してきたからこそ、得られたものがあるんじゃないかな。まるで、俺の過去と現在の全てを見透かしたような言葉だった。周りのスタッフが息を飲んで聞いている中、佐伯さんは、君の料理は今の君にしか作れないんだよ。と、静かに語りかける。料理長として名を上げていた頃の君には、もしかしたら到達できなかった境地かもしれない。若さと才能だけで突き進んでいた頃には見えなかった世界が、今では見えているんじゃないか。こうして味わってみると、そんな気がするんだ。一瞬、胸の奥が熱くなる。自分がどんなに走り続けても手に入らなかったものが、今ここに、こうして形になったのだと、そう実感させられる言葉だった。俺は気づけば瞳が潤み、視界が少し滲んでいる。まさかこんな場で人前で涙を浮かべることになるとは思わなかったが、溢れ出すものはどうしようもない。ありがとうございます。声が震えて、うまく舌が動かない。なんとか深く頭を下げると、夏希や周囲のスタッフもいつの間にか笑顔になっていた。相沢さん、よかったですね。夏希がそっと囁くように声をかけてくれる。その優しい笑顔を見ていたら、もうごまかしようがないほどの感謝と安堵が胸にこみ上げてくる。ああ、俺はこの人たちに支えられて、今ここに立っているんだ。そんな当たり前の事実が、これ以上ないくらい尊く思えた。はい、本当に、ありがとう。最初は震えていた声も、最後には少しだけ強く、しっかりと響いたような気がする。俺はもう一度、目尻を拭うように手をやり、そっと夏希の方へ微笑み返した。料理が丸みを帯びたのは、紛れもなく、俺一人の力ではなく、彼女と、そして支えてくれる人たちとの今の俺だからこそ、生まれたものなのだ。その思いを胸に刻み込むように噛み締める。佐伯さんは満足そうにグラスを持ち上げ、オーナーや他の客たちに向けて言葉を投げかけた。いやー、君たちの料理とても美味しいよ。これからもぜひ楽しませてほしいね。その一言で、ホールが和やかな笑いに包まれ、拍手の輪が広がる。俺は少し照れながら頭を下げ、夏希も感激に声を詰まらせたまま、ペコペコと何度も頭を下げている。温かい拍手に満ちた空間は、今日という日を特別なものにしてくれていた。パーティーが大成功に終わり、客たちが満足げに店を後にした後、長かった一日の喧騒も、やっと落ち着き始めた頃、オーナーが深刻そうな面持ちでスタッフを集めた。俺と夏希もホールの一角へ呼ばれ、そこにいたのは、皿洗いを片付け終えたキッチンの面々や、ホールスタッフの数名。皆、一様に緊張した面持ちで、雨宮を見つめている。お疲れ様。まずは今日のパーティーを成功させてくれたことに感謝するよ。特に、五十嵐さん、それから相沢くん。君たちのおかげで、佐伯さんにも大変喜んでもらえた。ありがとう。オーナーはそう言ってから、ちらりと厨房の方角を見る。そこには、料理長の堀内の姿がない。俺は嫌な予感がして、じっとその視線の先を追う。すると、雨宮は一度目を伏せてから、静かに口を開いた。だが、どうやら堀内が今回のパーティーで、不当な妨害行為を行ったという報告が入っている。さらに、今まで彼の下で働いてきたスタッフから、セクハラやパワハラの告発が相次いでいてね。事態は非常に深刻だよ。一瞬、スタッフの間から小さなどよめきが起こる。これまで誰もが堀内に直接文句を言えず、かといって店を支えるために耐え続けていた。だが、今回の妨害を機に、周囲の堪忍袋の尾が切れたのだろう。結果として、多くの人が実はこんなことをされていた、我慢していたと次々に告白したらしい。もうこれ以上彼に店を任せるわけにはいかない。
正式に堀内を解雇すると決めたよ。もちろん本人には伝えてある。雨宮の声は固い決意を帯びていた。スタッフたちは一瞬言葉を失うが、やがて安堵の表情が広がっていく。あれほど横暴だった料理長がようやくいなくなる。そんな思いが頭をよぎるのだろう。はあ？バカにするなよ。不意に、その場に不似合いな土星が飛んできた。店の奥まった廊下から堀内が血走った目で飛び出してくる。解雇を通告されたばかりで、まだ店を出ていないらしい。スタッフが慌てて止めようとするが、彼はそれを振りほどき、雨宮の目の前に詰め寄った。お前ら、俺がいなきゃこの店を回せねえことくらい分かってるだろ。たかが新人の料理がちょっと受けたくらいで、俺を切るのか？ふざけるな。周囲のスタッフはその形相に恐れをなしているが、ここまで来ると、さすがに誰も堀内をかばおうとはしない。むしろ、彼の背後に一歩距離を取り、明らかに関わりたくないという意思を示している。雨宮は毅然とした態度で、切り捨てるように口を開いた。堀内、君には長い間店を支えてもらったことには感謝している。だけど、一連の嫌がらせやセクハラ発言、これ以上は見過ごせない。今夜の妨害行為だって、一歩間違えれば店の評判を一気に落としかねない事態だったんだ。俺がいなくてどうするつもりだよ。俺を追い出したら絶対に後悔するぞ。覚えてろ。堀内は最後の威圧を試みるように荒い呼吸をしながらホールを見回す。しかし誰一人として彼に手を差し伸べない。スタッフの表情は冷たく、シーンとした沈黙が降りるだけだった。もう出て行ってくれ。君とはそれだけの縁だ。雨宮、お前、俺たちがどれだけ一緒にやってきたか忘れたのかよ。誰のおかげでここまで店を大きくしたと思ってる？その言葉を聞いて、オーナーは苦しげに目を伏せる。スタッフたちが息を飲んで見守る中、オーナーは少しだけ過去を思い出すように遠い目をした。確かに、俺と君は昔からの仲間だった。一緒にレストランを立ち上げて、誰よりも早く出勤して仕込みを手伝って、深夜まで研究と試作を繰り返して、正直、最初は君が料理長として腕を振るい、俺が経営を支えて、いつか二人で最高の店を作ろうって、本気で夢を語り合ったこともあった。静まり返ったホールに、雨宮の言葉がしんと染み入る。堀内は声にならない声を上げ、怒りとも、悲しみともつかない表情で唇を震わせている。でもいつからだろう。君は店の成功を自分の力だけだと思うようになった。スタッフへの態度もひどくなる一方で、そんな君と真摯に向き合おうとする人間は誰もいなくなったんだ。君にとっては些細なことでも、周りは苦痛だった。それを見過ごした俺の責任も大きいが、もうこれ以上は見過ごせない。オーナーはそこで声を詰まらせ、再び堀内をまっすぐに見据える。人は変わるものだし、今の君を見ると、あの頃一緒に一生懸命になっていた堀内雄介じゃない気がするよ。もしまた、あの時の情熱を取り戻したいと、本当に思うなら、いつかちゃんと自分を見つめ直してくれ。今のままの君とはここで終わりだ。堀内は何も言えず、ただ肩を震わせている。だからこそ出て行ってくれ。そうしないと、君も俺も前へ進めない。オーナーがもう一度そう言い放つと、堀内は苦々しい表情で口を歪め、店の出口へ向かって荒々しく歩き出す。背を向けたまま振り返ることもせず、ドアを強く閉めて消えていった。長い沈黙の後、誰かが静かに息を吐き、ホール中に張り詰めていた空気が緩やかに溶けていく。雨宮は複雑そうな面持ちで目を伏せながらスタッフたちに謝罪の言葉を口にした。今まで気づいていながら何もできずにすまなかった。もう二度とこんな事態を起こさないよう、店全体で一から出直そう。その声には、堀内と共に歩んだ過去の苦楽と、それを失った悲しみが混じっているようにも感じられた。スタッフたちはみんな、敬意と安堵を込めてうなずき合いながら、改めて、ここからの再出発を誓うのだった。それから数日後、オーナーは俺と夏希を見つけ出し、少し話がある、と声をかけてきた。場所を移そうということで、スタッフの輪から離れ、バーカウンターの近くまで足を運ぶ。佐伯さんがね、君たちにぜひ伝えてほしいことがあるんだ。実は彼、全国各地からいいシェフやスタッフを集めて、
新しいレストランを立ち上げようとしているらしい。先日の料理が相当気に入ったんだろう。五十嵐さんの味はもちろん、相沢くんがキューバで見せた腕にも興味を持っている。あんな短時間であそこまで仕上げられるなんて、ただものじゃないなって言ってたよ。オーナーはそこで一息つき、困ったような笑みを浮かべる。正直なところ、うちとしては君たちがいなくなるのは痛い。せっかくこれから活躍してもらおうと思っていたからね。でも、彼ほどの投資家が本気になって動き出すプロジェクトなんだ。大きなチャンスになるはずだよ。夏希が驚いた顔で俺の方を見る。だが、その瞳にはすでに希望の色が混じっているのが分かった。俺も心臓が高鳴る。まさか、こんな形でスカウト話が降ってくるとは思わなかったが、これを逃したら一生後悔する気がする。それで、君たちさえ良ければ、佐伯さんのプロジェクトに参加してみないか。俺としては応援したい。もちろん残ってもらえたら嬉しいのは本音だけど。オーナーが真剣な眼差しで問いかけてくる。夏希は少しだけためらうように唇を引き結んだ後、決意を固めるかのように顔を上げた。行かせてください。私、もっともっといろんなことを学んで、自分の店を持つ夢に近づきたいんです。そのためには、佐伯さんのお力を借りられる、このチャンスを逃すわけにはいきません。彼女の声は震えていない。まっすぐに雨宮を見つめている。その横顔を見て、俺も心が決まった。俺も行きます。俺にはまだ、料理人として取り戻したいものがあります。皿洗いの仕事を通して、支えてくれる仲間の大切さを学びました。今回、チームで作る料理の尊さを再確認したんです。だから、その先に何があるのか、自分で確かめたい。オーナーは、少しだけ寂しそうに笑って、ありがとうとつぶやいた。きっと、佐伯さんも喜ぶだろう。うちを旅立っても、君たちはル・サクラにとって大切な仲間だ。いつでも戻ってきていいんだからね。その言葉に、夏希はうるっと瞳を潤ませ、深々と頭を下げた。俺も頭を下げながら、小さく、ありがとうございますと声に出す。店の中には、堀内の気配はもうなく、代わりに新しい風の予感が漂っていた。やがて、片付けも終わり、終業の合図とともに、店の明かりが落とされる。深夜の街は、ひんやりとした空気に包まれていて、俺と夏希は、重い扉を押し開けながら外へ出た。白い息がかすかに立ち上る。ビルの谷間を縫うように吹き抜ける夜風が、頬をかすめ。まるで、お疲れ様と言ってくれているみたいだ。相沢さん、私は、もしよければ、相沢さんと一緒にもっといろんな料理を作ってみたいです。いつか、私が自分のお店を持つ時も、一緒にいてくれたら、なんてずうずうしいかな。ずうずうしくなんかないよ。俺も夏希さんが作る料理が好きだし、これからも協力させてほしいって思ってる。それに、俺もいつか自分の店をもう一度持ちたいと思うかもしれない。その時は、頼らせてもらうかもな。そう言うと、彼女の目がさらにうるっと光を増す。胸の奥が熱くなるような気持ちをこらえきれず、俺はつい微笑んでしまう。これからきっと大変なこともあるだろうけど、一緒に乗り越えていこう。私たちならきっと大丈夫ですよね。夏希が小さく息を吸い込み、スーッと笑顔になる。時折吹く夜風が彼女の髪をそっと揺らす。その瞬間、ほんのかすかな甘い香りが鼻をくすぐった。店の中で感じた洗剤や食材の匂いとは違って、素の彼女の女性らしさを感じさせる香りだ。あの日、あの夜のパーティーは、いろんな意味で俺たちの大きな転機となった。堀内という古いしがらみが去り、佐伯の存在が俺たちに新たな光をもたらしてくれた。今、俺の胸には、かつてないほどの期待と不安、そして喜びが混ざり合っている。でも、どれも料理で人を笑顔にしたいという純粋な思いから生まれたものだ。俺と夏希は、これからも、その夢を追いかけていくだろう。